皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年8月17日に開催されましたフェスサマーソニック2024東京会場 Day1 に参加してきましたので、その模様をレポートさせていただきます。前回の人生初フェスとなったジャイガに続けて2度目となるフェスですが、前回の経験を生かしてバンドメイドがメインなのは変わらないですが、他のアーティストも見られるように計画的にということで、今回は幕張ということもあっていつもと違い前日移動で千葉入りしようと思っていました。ところが史上最強クラスの台風7号発生です。まさかとは思いましたが、昔ライジングサンも台風で中止になったと聞いていましたので、最近のお給仕ではおとなしかったサイちゃんパワーがマグマのように溜まったのかと、サイちゃんの力を見くびっていたことを反省しました。それで移動予定にしていた前日の16日は新幹線が全線運休となってしまいまして、急遽前々日入りに変更することにしました。新幹線を予約しようとしたらもう次々と埋まっていくという状況で、なんとか昼過ぎの新大阪発東京行きを確保し、ホテルもなんとか1泊追加できまして、前々日移動ということで8月15日に自宅を出発します。今回は幕張近くのホテルは取れなかったので、京葉線の市川塩浜駅前のホテルを取っていまして、新大阪から東京から京葉線に乗って市川塩浜まで行きます。これまでの人生で聞いたこともなかった市川塩浜駅ですが、本当に何もないところでしたので、16日はホテルの中で台風をやり過ごします。私自身は移動できたのですが、心配なのはバンメさんたちが北海道から移動できるかということで、台風のためサマソニ出演キャンセルとなったアーティストの情報が入るたびにハラハラしていましたが、結果的には大丈夫でした。台風をホテルでやり過ごし、いよいよ17日当日となり、朝一で京葉線で海浜幕張まで向かいます。台風一過で快晴です。お名手様仲間と待ち合わせていた海浜幕張駅で合流し、会場へ向かいます。もう朝からめちゃくちゃ暑いですが、今回はパシフィックステージということで屋内なので、ジャイガのような直射日光での灼熱ではないのでありがたいです。駅から人の流れに乗って会場に向かいます。会場についてまずは腹ごしらえということで、フードエリアで塩タンとろろ丼と生ビールを頼みます。前回ジャイガは暑すぎて食べたりビール飲んだりできませんでしたが、今回はバンメさんたちの出番が午後からということと、屋内でもあったので、フェス初の食事とビールを堪能しました。お笑いライブとかもやってましたね。腹ごしらえを終えて13時前くらいにパシフィックステージへ向かいます。今回の台風でバンメさんの2組前、13時25分からのイ・ヨンジさんのステージがキャンセルとなったので、あまり人は集まっていなくて、最前列はバンメさんの後のアーティストのブライトさんファンのお姉様方が陣取っておられました。私が位置取りをしようとしたミンチョ前も4人組のお姉様たちがおられたので、バンメさんの時は最前を譲ってもらうよう交渉し、ミンチョ前最前を確保できる算段ができました。同様に他のお名手様たちも交渉されていて、最前列は名だたるお名手様で固める感じになっていました。バンメさんの前のアーティストはビオレット・ウォーティアさんで、私たちが最前を確保している間休憩に行ってもらっていたお姉様たちが会場に戻ってこられて、その4人組に最前を譲って2列目でパフォーマンスを楽しみます。タイとベルギーのハーフで横浜生まれのフランス育ちと、すごい多国籍な女性アーティストでめちゃ可愛くてセクシーでした。2列目ということもあり、ノリノリでパフォーマンスを堪能しました。ビオレット・ウォーティアさんのステージが終わり、お姉様方に最前を譲ってもらって、いよいよバンメさんのステージとなります。お姉様方がバンドメイドのことを聞いてきてくれるので、大いにバンメさんたちのことを語りながらバンメさんたちの登場を待ちます。スタッフの方たちのテストが始まりますが、最前ということもありものすごい音圧です。特にバスドラは風圧を感じるくらいで、もうこの時点でワクワク感は増してきます。それでいよいよ時間が迫ってきて、リハーサルのためにまずあーちゃんが出てきて大歓声が上がります。それで次はミサさんが出てきて、また大歓声が上がる中、ベイドラの思想が始まります。すごい迫力で腹に響きます。それで小鳩さん、ミンチョ、サイちゃんと全員がステージに現れます。会場は大歓声で盛り上がります。私も全員の名前を叫びながら音出しを待ちます。一通り音出しをして、ミンチョが小鳩さんに大丈夫って聞いて、小鳩さんがはいって言ったところでリハーサルが始まりました。まずはアンディッシュでした。最前列でしたので、もう本番さながらのちゃんと手を振り上げて盛り上がります。当然だんだんディディだんだんも全力です。1メロで終わってミンチョが音響スタッフさんに
スネアの音上げてクリック下げてもらってベースも下げてくださいみたいに言うところ、目の前でしたのでバッチリ聞こえました。なんかいいですね、こういうの。小本さんもなんか言ってましたが、やっぱりポッてつけてましたね。会場からは温かい笑いが起きてました。それで調整後アフターライフが始まります。これも当然1メロで終わって、小本さんがもうちょっとギターの音上げてほしいですポーって優しく言ったり、委員長がクリック 0.5 だけ戻してくださいとか言って、後ろのお姉様方から可愛いとか聞こえてきて、なんか嬉しかったですね。それでリハ最後がセンスでした。ちゃんとイントロから始まりました。目の前なのでミンチョのギターの迫力がすごいです。ちょっとノイズが気になりましたが、とにかく大迫力の音響でした。ここで一旦バンメさんたちがはけますが、はけ際に何て言ったかわからなかったのですが、小畑さんが思いっきりなんとかなんとかポーって叫んでくれて、会場は大盛り上がりです。もう会場も私も準備万端で本番を待ちます。後ろのお姉様方がボーカルの子綺麗ですねとか言ってくれてます。そうでしょそうでしょという感じです。ちょっと無線の調子が悪いのかノイズが出ていたので、ここでもギター音を調整してましたね。それで5分ほどで再びバンベさんたち登場です。割れんばかりの大歓声に包まれます。それでいつもの会場を黙らせるジャーンで興奮がマックスとなった会場の大歓声の中、サイちゃんのサマソニー遊ぼうかの雄たけびで始まった1曲目はチューズミーでした。ライジングの瀬戸りを聞いていたので、私的には準備万端でした。最初から思いっきりちゃんとして手を振り上げながら踊りました。目の前のミンチョがなんかすごい笑顔でめちゃくちゃ嬉しそうなのが印象的でしたし、いつもよりギターの音量が出ていたような気がして私的には嬉しかったです。逆に位置的になのかミサさんのベースが小さかったようにも思いましたが、やっぱり最善ですので音圧はすごくて最高です。お名刺様以外もたくさんいるフェスでのつかみにチューズミーはなかなか良いチョイスなのではと思いながら、ミンチョの2回のソロを堪能しましたが、本当にミンチョが嬉しそうでノリノリでしたし、音が大きかったので大満足でした。曲終わりの大歓声の中、次に始まったのがプロテクト U でした。うららららららうらららららです。思いっきり歌いましたね。最前で見るプロテクト U は迫力満点で、あーちゃんのブラストビートもものすごい音圧です。もうこの時点で汗だくになりますが、楽しすぎて全然気になりません。ミンチョにスポットが当たってのギターソロはめちゃくちゃエモかったですし、ソロ後のブレイク的なところでの手拍子から大サビへのつなぎは本当に盛り上がりました。最後のサイちゃんだけでのうららららららはきっちり会場は静かになってましたね。すごいです。それですぐに大歓声となりましたが、大歓声の中、味わい深いイントロとともにサイちゃんがサマソに踊れるかーの煽りで始まったのがマギーでした。後ろのお姉様方にジャンプもしますので気をつけてジャンプしますねって言っていたのですが、思いっきりジャンプしてしまいました。手すりがあるのでそれを支えにジャンプしやすいのも良かったです。しかしお給仕でのマギーは本当に楽しいです。それで相変わらずミンチョがキレッキレです。サイちゃんもいつもの大汗で思いっきり歌ってますし、小畑さんもミサさんもあーちゃんも本当に楽しそうで、会場全体が楽しい感じになっていました。ギターソロからのブレイクした感じのところからの大サビは本当に気持ちよくて大好きなところです。手すりを持ちながらジャンプしたので、手すりが汗でいっぱいになってしまいました。続けて始まったのがヘイトです。他の曲の時もそうでしたが、この曲も私の好きな横割りの時のバック映像でした。それでギターバトルバージョンだったわけですが、お立ち台でミンチョがヤンキー座りしてめちゃくちゃ煽ってきます。当然会場は大盛り上がりになります。本当にこの日のミンチョは最初から最後まで覚醒していたような感じでした。C メロ最後の小畑さんのシャウトも気持ちよかったですね。曲終わりでサイちゃんのありがとうサマソニーに続けて、ここで MC というかサイちゃんの煽りタイムになります。楽しんでるかサマソニー、バンドメイドです、よろしくお願いします。みんな熱くなってるか、まだまだ声出せるか、もっと一緒に遊んでくれるかで大歓声となった中、次の5曲目がインフルエンサーでした。小畑さんのピックスクラッチも綺麗に決まってました。やっぱりインフルエンサー好きですね。しかもギターバトルバージョンです。やっぱりミンチョがノリノリです。ミサさんもピック加えてスラップしたり、ミンチョがミサさんに顔近づけたり腕触ったりちょっかい出すような感じもあって楽しんでるなって思いましたね。最後はあーちゃんのドラムソロもあるので、初見の方は絶対ビビったんじゃないかなと思います。それで最近のインフルエンサーは曲の終わり方もめちゃくちゃかっこよくて好きですね。曲終わりであーちゃんのドラムソロが始まります。あーちゃんのソロはいいですね。私的には大好物です。それでミサさんのベースが加わって小畑さんのギターがかき鳴らされます。そうです、
シャンブルズ前の3ピースセッションです。ギターバトルからのこの3ピースセッションは、初見の方はメイド服着た女の子たちからは絶対想像できないパフォーマンスだと思います。でも小鳩さんにスポットライトが当たらずに、後ろにいたサイちゃんとミンチョにスポットが当たってたのはちょっとした手違いですかね。それでミンチョが出てきて、お立ち台に乗って思いっきり体を反らしてウェイビーちゃんをジャーンと鳴らすところで、主役はミンチョに移ります。激しいリフがかき鳴らされてシャンブルズが始まります。もう最高です。お給仕でのシャンブルズはとにかく気持ちいいです。もう汗まみれになりながら踊りまくります。ギターソロ前のアーちゃんのドンドンドンってところは緊張感と期待感が入り混じって、ギターソロで最高潮に盛り上がります。その後の手拍子のところから大サビとなって、最後のサイちゃんのハーまでの流れはやっぱり最高です。もう熱気と興奮でいっぱいになった会場に次に流れてきたのがあのミンチョのリフです。ドミネーションです。大歓声が上がります。最前列は名だたるお名手様で固めてますので、思いっきり手を挙げながらの大声でのチャントで会場は盛り上がります。ハローハローも声出てましたし、サイちゃんもめちゃくちゃ煽ってきますし、いつもの2メロでアーちゃんのところに楽器隊が集まってるのも楽しそうでしたし、とにかくやっぱりドミネーションはいつでもどこでも気持ちよく盛り上がれます。サイちゃんもすごく嬉しそうで楽しそうに歌ってましたね。この日はとにかくミンチョがキレッキレで楽しそうで、音も出ていて、初見の人はバンドメイドってミンチョのバンドと思うんじゃないかと思うので、ちょっと違いますが、ディープパープルのリッチー・ブラックモアみたいな感じというか、バンヘイレンのエドワード・バンヘイレンみたいというか、いや、やっぱり違いますね。すみません。まあ、とにかく存在感があって、他のメンバーがおとなしかったわけではなくて、この日のミンチョがすごすぎた感じです。こんなに嬉しそうで弾けてるミンチョの姿を目の前で見れて嬉しかったですね。曲終わりでサイちゃんのありがとうサマソニー、バンドメイド、次がラスト、最後まで踊ってくれるかの強烈な煽りで始まったのがノーゴートでした。あーちゃんのドラムから始まり、サイちゃんのジャンプジャンプの煽りで思いっきりジャンプします。ルールルーのところも思いっきり手を振りますが、サイちゃんも胸の前でちっちゃく指を振るのをやってくれてましたね。最後なのでもうこっちも全力です。周りの人と違うタイミングにして2回に1回の感じで思いっきりジャンプしてたら、サイちゃんが目の前に来てくれて笑いながらサムズアップしてくれました。これはガチです。最後ノーゴットで終わるのは燃え尽きられる感じがして本当に好きですね。曲終わりでサイちゃんからありがとうございました、サマソニ東京、またお会いしましょう、バンドメイドでしたのおたけびと、小本さんのこの後もサマソニ楽しんでいってポー、バンドメイドでしたポーでバンドメイドのパフォーマンスは終わりました。あーちゃんが最後にはけるときに男前挨拶してくれてましたね。いや本当に最高でした。燃え尽きました。燃え尽きました。これまでワンマンの球児ばかりでしたが、フェスもやっぱりいいですね。自らが楽しいのはもちろん、バンメさんたちも楽しそうですし、なんか自慢の娘をみんなに見てもらっているような感じというとおこがましいですが、なんか誇らしい感じになるというか、ワンマン球児とはまた一味違う楽しさがあります。汗まみれになった手すりをタオルで拭いて、後ろのお姉様たちに最善を譲って、ひとまず会場を後にしました。前回のジャイガではバンドメイド終わりで帰ってしまったわけですが、今回は余韻に浸りながら他の名手様たちとカフェ休憩をして、グレイさんのステージも見ました。会心の一撃をやってくれたので、グレンダイザー U のテーマ曲をコンプリートできました。テルさんが MC で、グレイと言います、名前だけでも覚えて帰ってくださいとか言ってたのが面白かったですね。いやいや、フェスを舐めてました。こんなに楽しいんだと。頑張れば最善も取れるんだと。曲数が少ない分、一瞬に全力を出し切る 100m 走のような爽快感があります。今回は行けなかった前日に行われたライジングサンも、ライジングサンとサマソニをはしごされたつわもの名手様に、ライジングサンもめちゃくちゃいいので絶対行くべきと力説いただいたので、また開催されればぜひ行きたいと思いました。次は2週間後の番外編お給仕です。暑い夏を楽しませてくれたバンメさんたちに感謝しながら、まだまだ終わらずに続く暑い夏を楽しみにして過ごしたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。それではまた次回。